言うな言うな。はい、やばいよ。はい、次5ぐらい。おっと自由に解き放たれております。読んでみたいと思います。必死です。もうええって何回やんねん。はい、行きましょう。まあ、5はとりあえずマニュアルのコーピングでする版。鉄の部分のこいつをコーピングって言われるこの鉄の方にグラインドさせながら、でも前は浮かす。これが5グラインド。まあ当たり前やけども、これに必要なトリックは50とオーリーですよね。まああとマニュアルできていたらまあやりやすいかなって感じ。まあ初めにまあ50-50、もうただ乗ってかけるだけね。これがまず最低必須条件よね。これがないともう5-0の5の字もない。ほんまに5-0の5の字もないだし、とりあえず50やってできひん人はまあとりあえず遡って俺のハウトゥーから50見て、2ヶ月ぐらいでやったら戻ってきてくれたら5を次教えるからまずマニュアルあるやん。マニュアルこれをマジでこの上でするだけやねんけど、まあ初めはさ怖いやん。今俺動画の中でめっちゃ流してたけども、5を初めに練習する時ってやっぱりまくられたりグリーンなってバーンなったりする人いっぱいおんねんな。まあ竹俊さんとか5をねマジでめっちゃ怖いんが、50でもあったと思うけど、こっち側にかかった時体重全後ろになってるから、もう100の力でまくられんねんか。でもう言うたらあやばいなって思った時にはもうコーピングが背中についてるぐらいでほんまに。だから絶対にまず50を安定させてから5をやることを選んだ方がいい。で一番初め俺はどうやって練習したかっつったら、もう怖かったからちょんがけでいいね。初めはここコーピングのここ50やってもさ、初めこんなんやみんなパンでも今度かけるとこっていうのはテールの後ろのこのトラックだけやから、極端な話この辺で弾いたってもいい。弾いてはいみたいなんでも俺は初めはいいと思う。一回見せようか。5っすよね。これ5。いやこれまあ極端すぎたけど、何が言いたいかって初めこうかけるんやからさ、後ろに前にこう飛んだ時に後ろをこうやって踏む分初めはまくられたりするのも怖いわけよ。だからまずテールマニュアルで言うたらグラインドするっていう5-0グラインドがどういうものかっていうのは知る必要があんねんな。いやもう怖くないやつはもう一発目からブリーかけたらいいと思う。でも初めはもうちょんがけ、これをちょっとずつ長くしてだんだん1個のボックス全部5を流れるようになってくるんだよ。で5実はねこれ2種類あるんですよね。俺は2種類あると思ってる。で俺は基本なテールピタ付けする方や。こういうピタこの状態が俺は5-0で、5-0の状態は別にテールついててもいいのよ。ついてても全然問題ない。これ技として5-0やから。でマニュアルのこういう5-0、これも5-0ね。でまあ回しアウトとかし始めるようになってきたらな、どっちの5-0の方がやりやすいかっつったら普通にマニュアルの5-0の方がやりやすい。俺はやけどだし、まあ俺は基本回しアウトする時以外は基本5-0はピタ付けする。この状態から食ってだんだん5-0を流していく。初めはめっちゃ流すの怖いね。やっぱまくられたりもするしさ、こんだけ長いボックスで初めから5-0って全部流せって言われたらめっちゃ怖いねマジで。でも慣れてきたらだんだん分かってくる。でその慣れてきたらっていう感覚、それを教えていきたいと思います。今さっき初めこの辺からちょんがけしていったらいいって言ってたけども、ちょんがけしていく時のグラインドしてる時の足の感覚がちゃんとウィールのコーピングがここにウィールがコーピングの一番後ろのここにかかってるか、これまず意識してほしい。これが極端な話前から見た時にこうじゃなくてこんななってたりとかしたら体重かけてもブリッて多分よくあると思うねんこの失敗。みんな見てる人も俺5-0でよくグラインドしてるからこれどういうことかっつったら、ちゃんと後ろのウィール足で言ったらかかと側のウィールがちゃんとコーピングにこうってかかってないの。これちゃんとかけてない。かかった時ちゃんとしっかり引っかかるから。でその時の体重ってカーブに対して真上だったら真上でもいいね。こうやっていいねけども、ちゃんと真上の人をこう潰さへんかったら同じようにこうまくれてプリッとなるやし、俺は体重ちょっと若干これぐらいでちょっとしたら落ちるぐらい
これぐらいのタイミングやねん。5-0自体も基礎トリックなんよほんまに。だから俺まだ一回もミスってへんやんか。5-0ミスらへんのが当たり前やねんなもう。やしちゃんとしっかり練習の時から流そうも大事やし、流すのも大事やし、安定させるっていうのも大事やし、ちゃんとオーリーした後に5-0を安定できるスタンスに持っていけるぐらいのオーリーの技術っていうのを5-0をしながらやっぱり練習していくのが一番大事。オーリーの仕方もさやっぱり50の時と全然ちゃうねんか。後ろ体重に5-0をしなあかん分弾きの体重やったりも全然変わってくるっていうのは実際やってみな分からん。もうこの辺のレベルになってきたらそろそろ俺の口関係なくなってくるからな。やってみてから考えてくれぐらいしか言えへんようになってくる。角度つけて今こんだけしか流さないかったけど、でも十分ちゃんとついて安定してたよ。だからこういう風にちょっとずつでもいいからちゃんとしっかり上に乗りながら体重をこうコーピングに対してこうかけるイメージしながら、かかとのビールでちゃんとコーピングを抑えてるっていう感触を感じながら5-0っていうのは練習していくもんなんです。はい、ただいまスタンスを自ら確認したところ50と一緒でした。あ、一緒なんよね。いや多分ちょっと違うはずやねんけど、まあでもどっちにしろ踏むんはまたこっち踏むんやから体重移動的には後ろにちょっとかけんやし、いつものオーリーよりちょっと同じ広めとかの方がいいんちゃう。かけた時のスタンスが合いやすいからさ。これ初めはもう言うたらちっちゃいこんなんでいいんだよ。これちょっと高いからさ、ほんまに言うたら5-6センチぐらいのほんまにちっちゃいのを高難度とかで作って、そんなんでほんまにゆっくりこういうところからこんなんでいいと思う。初めはでできてきたらだんだんオーリーが安定して高さ出る分、それに比例して5-0もかけれる高さ上がってくるから、そういう感じです。肩も50っていうよりかはちょっと俺も広げてるな。50ってもう完全こうやねんか、こういう状態うん。やねんけど、5-0の時はこうしてる。ちょっとだけ前見てる。これも人によって違うで。5-0もさっき言ったけど広げてる人はこうやって広げてるけど、俺5-0の普通にフリップアウトする時の普通にメインの時はこれぐらいにしてるもん。肩こうやってやし、とりあえず肩は人によって違う。アウトしたい方向とかにもよる。でもう一個このタイプのやつはフロント180アウトもめっちゃしやすいし楽で、次の技につなげられる。例えば5-0をやってスイッチ蹴るとかにもつなげやすい。それはマニュアルの5-0ではできひんやし、両方できるようになってください。まあ予告編じゃないけど、このやり方できるようになってきたら次フロントテールも結構楽にできるわ。はい、まあ5-0もな基礎トリックやしな、マジでできるようになってきたらほんまどこでも打てるようになるから、マジで練習した方がいい。50の次フロントテール行くまでに5-0をやっといた方が俺はいいと思う。まあ人はそうじゃないっていう人もいるけど、俺はそういう順番やったら50、5-0、フロントテールみたいな感じだったから、その間にノースライドかける。まあ5-0は基本バックサイドもフロントサイドも両方やらなければいけないことなんで、ぜひ解読してから次に進めてくださいと。5-0っていう理由はマジで知らん。これさもう余談やねんけど、もう今やから言っていい僕。これマニュアル、うん。マニュアルね、テールマニュアル、うん。テールグラインドやろ普通。これノーズマニュアル、うん。これノーズグラインド、うん。これテールマニュアル、うん。これ5-0。いやなんでやねん、こっからオー出てきた